源知子の最後。光る君へに学ぶ日本史。道長に我が世をもたらした正妻。源知子は左大臣源正信の娘で、曽祖父は宇田天皇だという高尚な家柄に生まれ、藤原道長の正妻となった。しかし道長には源明子という後醍醐天皇の孫で、知子よりもさらに高貴な妻がいた。なぜ知子は明子を差し置いて正妻の座を射止め、自分の娘4人すべてを中宮とすることができたのだろうか。源知子の生涯とその最後を詳しく見ていこう。道長の2人の妻については、知子が正妻で明子は一段低い地位にあったと言われてきた。それは藤原実資が書いた正遊記に、知子は北の方、明子は高松殿と呼ばれていたという記述に基づいてである。しかし知子に対して明子が出自の点では勝るとも劣るとは思えない。血筋から考えれば、醍醐天皇の孫である明子は宇田天皇のひ孫の知子よりも勝っているとも言えるのである。大鏡には道長には正式な妻が2人いたと書かれている。ではなぜ知子が道長の正妻となり、明子はなれなかったのだろうか。また平安時代は妻が複数いる場合に、正妻はどのような方法でいつ決定したのだろうか。例えば道長の兄藤原道隆の場合、彼も父親の兼家に似て恋多き男性であった。道隆には多くの妻がいたが、高階の高子が特に気に入ったので、正妻である北の方に決めて三男四女を設けている。通常は結婚前に正妻を決定すると思われるのだが、道隆の場合は結婚後に正妻を決めている。したがって平安時代中期にはまだ正妻の決定時期についてははっきりと決まっていなかったと考えられる。実は知子と明子の場合、出自ではなく儀式婚と出婚の違いであったとされている。儀式婚は当時の正式な婚礼儀礼にのっとって結婚することである。結婚当日、新郎が新婦に恋文を届け、夜になると花婿行列で新婦の家に訪れるなどの手順を踏む。当時は日本古来の男が通う妻恋婚から婿入り婚に変化していたので、新郎が新婦の家に住み着くのである。出婚とは正式な儀式を経ないで結婚することである。道長は知子とは儀式婚で結ばれたが、明子とは出婚であった。源明子は父で左大臣の源高明の娘として生まれ、祖父は醍醐天皇であった。ところが969年、父の高明は藤原氏との政権争い、安奈の変に敗れて流罪となった。そのため幼い明子は叔父の森晃親王の養女となるが、叔父の死後は道長の姉明子の庇護を受けている。
この安奈の変は本当は醍醐天皇の息子源高明を失脚させるために藤原氏が仕組んだ謀略だと言われている。そして当時は怨霊信仰があったため、高明の娘明子を藤原氏の明子が保護したのである。明子が年頃になると、道高と道兼の2人が恋文を送っている。しかし明子はひいきにしていた道長に明子のもとに通うことを許している。道長と明子は子通婚で結ばれ、四男二女を設けている。明子と智子のどちらが正妻の座を射止めたかは、血統や家柄ではなく、子通婚か儀式婚かという点で決定したのである。一方の正妻の智子は、道長との間に二男四女を設けるが、4人の娘すべてを中宮にし、藤原摂関政治の黄金期を現出させる。さらに智子の2人の息子、頼道と則道は、共に関白まで上り詰めている。それに引き換え、明子の子供たちは、中宮になった娘はおらず、4人の息子は1人も関白になっていない。この差は、智子の父、正信が、道長を土帝邸という豪邸に入れ、出世のバックアップを行ったためでもあった。やはり、父親が現役の公卿と、流罪人という差はいかんともしがたかった。しかし、この待遇差に明子の息子、慶喜や昭信は、智子の息子、則道の従者に危害を加えるなど、素行が悪く、出家させられたりしている。智子は、藤原北家の九条流の家庭内とでも言うべきところで、様々な問題が起こって苦労したようだ。999年長保元年、智子は娘の明子がわずか12歳で一条天皇の中宮となると、明子を支え続けた。智子は紫式部とは鳩子で、邸宅も隣同士であった。そのため紫式部が明子の女房となったのも何らかの道長への智子のアドバイスがあったからだと考えられる。智子は非常に活発な女性で、清少納言が書いた枕草子にもたびたび登場している。道長と土帝の邸宅で同居していた智子は、邸宅からあまり出歩かない普通の貴族の女性とは違い、道長と自邸と代理を盛んに往復した。一方の明子は、智子に遠慮してか、ほとんど公的な場には顔を出していない。道長の時にピークを迎えた摂関期における権力構造は、とても不安定で不確定な要素をはらんでいた。つまり摂関政治とは、自分の娘を天皇の中宮とし、王子が生まれて帝位につけて初めて外戚として権力者となれるという偶然がものを言う世界であった。そのために不可欠なのは、妻がまず天皇の后となる娘を産むことだ。そして次にその娘が未来の天皇たるべき王子を産むことが全てである。藤原道長は宴席で我が世の春と望月の歌を読み上げたが、それを可能にしたのが
正妻の智子であり、娘の彬子たちであった。言い換えれば、道長は智子や彬子らの担ぐ神輿に乗った幸運な男に過ぎないとも言えるのである。現代でも不妊治療で結果を出すのはなかなか難しい。それが平安時代に摂関政治は出産という偶然の上に成り立っていた非常に不安定な政治形態であった。そのため不安定な摂関政治は廃れ、やがて兵士や源氏の武士たちが台頭してくるのである。ところで、智子の家系は長寿で、母の睦子は86歳、智子は90歳、そして娘の彬子は87歳まで長生きしている。智子は若い頃から糖尿病などで病気がちであった道長を支え続けた。1018年、寛仁2年、道長は三女の武子が天皇の中宮となると摂関政治の最盛期を迎えた。彼は祝宴で望月の歌を詠んだが、その時すでに糖尿病性網膜症で道長はほとんど目が見えていなかった。彼は本当の月は欠けているかどうかは見えていなかったのだ。そんな夫を支えながら、黒髪も美しく見た目も若々しい智子は気働きをしながら明るく振る舞っている。紫式部も何度も智子に贈り物や手紙をもらったことを日記に書き留めている。藤原道長が亡くなってから21年後、摂関政治は徐々に斜陽に向かうが、源彬子は1049年永正4年に80過ぎで亡くなっている。そしてそれからさらに4年後、源智子は女性としては破格の11位となり、1053年天紀元年90歳で天寿を全うしている。